どうも、あみあみパフと申します。今回はスカラップが可愛いフード付きマフラーを編みました。フードありでもなしでも可愛く使えます。マフラー部分は垂らすだけでも可愛いです。長さもあり、首元がちゃんと暖かいので機能性もあります。極太の糸を使用し、10号針でザクザク編めるのが楽しいです。ぜひ一緒に編んでみてください。用意するものは段数マーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針10号、7ミリ、毛糸です。毛糸はウォッシャブル純毛極太の409のカラーを使用します。ふわふわの毛糸なのでチクチク感もなく、毛が出てこない扱いやすい糸です。全部で10玉使用しました。最初は7ミリの糸で編み進めます。まずは糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りに回します。針をかけ、引き抜き、結び目が小さくなるように糸を引っ張ります。もう一度針に糸をかけ、引き抜き、鎖編みが一目完成しました。全部で261目鎖編みを編み進めます。スカラップ模様を後から編むため、この倍数プラス一目で編んでもらえたら大丈夫です。好きな長さまで編み進めてください。編んでいくうちに長さが伸びるので、気持ち短めに編むことをおすすめします。261目編むことができました。この時点で長さは約184センチです。次は7ミリの針から10号針に変えます。次から中長編みを編むので鎖1目で立ち上がります。立ち上がり目が目立たないようにするために鎖2目で立ち上がらずに1目で立ち上がっています。次からは裏山を拾って中長編みを編みます。裏山とは鎖編みをひっくり返した時に見えるポコポコした部分のことです。2目の裏山から中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけ、裏山に針を通し、糸を引き出し、3ループ引き抜くことで編むことができます。1目目の中長編みにはマーカーをつけておきましょう。端まで中長編みを繰り返して編み進めます。260目中長編みを編んできました。ラスト1目も同じように中長編みを編みます。これで1段目が完成しました。1段目を編んだ後は194センチになっていたので、鎖編みの時と比べて10センチ伸びています。次からも鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。次からも中長編みを編み進めます。中長編みの V 字になっている頭を拾って中長編みを編み、マーカーをつけます。このように端まで V 字の頭を拾って中長編みを編み進めます。途中で糸が短くなってきたので、糸換えをします。まず中長編みの未完成の状態まで持ってきます。最後の3ループを拾う手前で糸を休め、新しい糸を持ってきます。新しい糸を持ってきたら、3ループ引き抜き、中長編みを完成させます。次からの中長編みでは糸を編みくるみながら編み進めることで糸処理を楽にします。ある程度糸を編みくるめたら、糸を少し引っ張りながらカットしてしまいましょう。
全部で15段編み進めました。横が 15.5 センチ、縦が233センチです。次はスカラップを編みつけます。まず鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。編み地をひっくり返したら、引き抜き編みをしてマーカーをつけます。中長編みの頭に針を通し、そのまま糸を引き抜くことで引き抜き編みを編むことができます。最初の目がわかりやすいようにマーカーをつけておきますが、最終段なので必要ない人はつけなくても OK です。次は中長編みを編みます。その次は長編みを2目編みます。長編みは針に糸をかけ、中長編みの頭に針を通し、糸を引き出し、2ループ引き抜く。さらに2ループ引き抜くことで編むことができます。もう一度長編みを編みましょう。次は中長編みを編みます。次は引き抜き編みです。これでスカラップが一模様完成しました。これを繰り返して編み進めます。次から中長編み、長編み2目、中長編み、引き抜き編みを編みましょう。スカラップが2模様完成しました。このようにスカラップ模様を繰り返して端まで編み進めます。端までスカラップ模様を編みました。最後は引き抜き編みで完成させます。マーカーを外し引き抜き編みをしましょう。鎖1目を編み、引き締め、糸を引き抜きます。とじ針に糸を通し、目立たないように糸処理をしましょう。次はスカラップ模様とは反対側にフードを編みます。まずはフードを編みやすくするためのマーカーをつけていきます。両端から88目にマーカーをつけましょう。両端にマーカーをつけることができたら、次は中心を取るためにマーカーから44目にもマーカーをつけましょう。これでマーカーの始まりと終わりと中心がわかりやすくなりました。次は中心から斜め目にマーカーをつけます。これは減らし目の始まりをわかりやすくするためのマーカーです。もう片方にも中心から斜め目にマーカーをつけます。これで中央部分には3つマーカーがあることになります。これからフード部分を編み進めます。まずは新しい糸を持ってきて、マーカーを外し、マーカーのついていた目に針を通します。糸を引き抜き、鎖1目で立ち上がります。立ち上がったら、同じ目に中長編みをします。糸端は見くるんでしまいましょう。1目目の中長編みにはマーカーをつけます。このまま中長編みでマーカーまで編み進めます。マーカーの手前まで編み進めました。マーカーの手前から中長編みの減らし目を編みます。中長編みの減らし目はまず、中長編みを途中まで編み、針に糸が3本かかっている状態からさらに針に糸をかけ、
隣の目に中長編みの途中まで編みます。途中まで編めたらすべての糸を一度に引き抜くことで減らし目を編むことができました。マーカーを付け直しておきましょう。次から中長編みを4目編みます。中心の隣2目分まで来たら次は隣2目分を減らし目します。中心のマーカーは減らし目をせずに、常に中長編みです。次の中心の隣の2目分も減らし目をします。奇数段の中心の両隣分は常に減らし目です。次から中長編みを4目編みます。4目編み終わったらマーカーの目から減らし目をします。減らし目ができたらマーカーをつけておきましょう。マーカーとマーカーの間の目は5つになりました。次のマーカーまで編み進めます。マーカーの手前まで編み進めました。マーカーを外し、中長編みを編んで1段目は完成です。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。2段目以降は両端を減らし目します。根元の目ではなく、2番目の目から中長編みを編み、中長編みの頭にマーカーをつけます。偶数段は両端以外の減らし目はないため、そのまま中長編みを編み進めましょう。途中、中央部のマーカーが来たら、マーカーを外し、中長編みをしてからまたマーカーをしておきます。端まで編み進めてきました。端の2目分も減らし目をします。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。最初は減らし目をします。このままマーカーの手前まで編み進めます。奇数段なので中央部で減らし目をします。マーカーの手前まで編み進めました。マーカーの手前から減らし目をします。減らし目をしたらマーカーをつけ、中長編みを3目編みます。中心のマーカーまで来たので減らし目をします。中心のマーカーを外し、中長編みをして、再度マーカーをつけます。中心の両隣は減らし目なので次も減らし目をします。中長編みを3目編みます。マーカーの手前まで来たので減らし目をします。
マーカーとマーカーの間の目は4つになりました。端まで編み進めます。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をします。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。端なので減らし目をします。偶数段は両端以外の減らし目はないため、そのまま中長編みを編み進めましょう。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をして、鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。減らし目をして、マーカーをつけます。次のマーカーまで編み進めましょう。マーカーの手前まで編み進めました。減らし目をして、マーカーをつけます。中長編みを2目編みます。中心のマーカーまで来たので減らし目をします。中心のマーカーを外し、中長編みをして、再度マーカーをつけます。中心の両隣は減らし目なので次も減らし目をします。中長編みを2目編みます。マーカーの手前まで来たので減らし目をします。マーカーとマーカーの間の目は3つになりました。端まで編み進めます。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をします。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。端なので減らし目をします。マーカーをつけておきましょう。偶数段は両端以外の減らし目はないため、そのまま中長編みを編み進めましょう。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をして、鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。減らし目をして、マーカーをつけます。次のマーカーまで編み進めましょう。マーカーの手前まで編み進めました。
減らし目をしてマーカーをつけます。中長編みを1目編みます。中心のマーカーまで来たので減らし目をします。中心のマーカーを外し、中長編みをして再度マーカーをつけます。中心の両隣は減らし目なので次も減らし目をします。中長編みを1目編みます。マーカーの手前まで来たので減らし目をします。マーカーとマーカーの間の目は2つになりました。端まで編み進めます。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をします。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。端なので減らし目をします。マーカーをつけておきましょう。偶数段は両端以外の減らし目はないため、そのまま中長編みを編み進めましょう。端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をして、鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。減らし目をして、マーカーをつけます。次のマーカーまで編み進めましょう。マーカーの手前まで編み進めました。減らし目をして、マーカーをつけます。中心のマーカーまで来たので減らし目をします。中心のマーカーを外し、中長編みをして、再度マーカーをつけます。中心の両隣は減らし目なので次も減らし目をします。マーカーの手前まで来たので減らし目をします。マーカーとマーカーの間の目は一つになりました。端まで編み進めます。
端まで編み進めました。マーカーを外し、減らし目をします。鎖一目で立ち上がり、次はフードを編みつけて完成させます。フードを半分に折り、端と端を合わせます。針がついている方を手前に持ってきて、最初の目の手前半目の身をすくいます。マーカーがついている方は全目を拾いましょう。このように引き抜き編みをしながら編みつなげます。端まで編み進めます。マーカーの手前まで来たら、マーカーを外し、引き抜き編みで編みつなげます。次の目で最後です。目が分かりにくいので注意しましょう。すべてを編みつなげることができたら鎖を一つ編み、引き締め、糸をカットします。とじ針に糸を通し、目立たないように糸処理をしましょう。糸をカットして裏返したら完成です。閉じた部分はこのようになっています。畳んだ時のフードの横38センチ、縦26センチ、全長120センチです。いかがでしたでしょうか？着用してみるとこのような感じになります。フード部分がたっぷりしていてとても可愛い仕上がりになったと思います。フードは下ろした状態でも可愛い形になりました。頭にフィットするフードなので機能性もあります。皆さんもぜひ作ってみてください。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントももらえるととっても嬉しいです。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。